まずそのお話をいただいた時は、私がみたいな、シャネルのコレクションの顔本当にみたいな疑いというか戸惑いというか、なんかまだ全てを理解しきれていない感じでした。なんかこうそれが一番の最初の聞いた時のファーストリアクションで、ビッグすぎる大サプライズというか、なんかもう嬉しい気持ちにこう満たされてる自分がいましたね。でもなんかとにかくそのシャネルのチームの方々とこうクリエーションできるっていうのはやっぱり何よりもなんか楽しみでもあり嬉しかったです。だから本当に得難い経験をさせていただいたなと思います。ちゃんと食べて運動してっていうなんか本当に規則正しい生活をしようと思って、じゃないとこう普通でいられなかったので、なんかその中でもいろいろなんか妄想したりとか、なんかこんなこと起きるのかなとか、どんなこうビジュアルになるのかなっていうのはこうすごくいろいろ考えていて、なんかとにかく、その緊張も楽しめたらいいなと思いました。そのパリのパートは本当にこう音楽チームだったりとか、そのコレクションをこう進めていく、プロフェッショナルなこう方たちがいる中でフィッティングをしました。出来たてほやほやのこうまだ私しかこう見ていないこう洋服たちだったりとか、それを実際に袖を最初に通すのが初めてな自分だったりとか、本当にすごくこうドキドキはしたんですけど、なんかそれのビルジニーが自らフィッティングをしてくださって、なんかそのビジュアルの撮影の時に着る洋服だったり、そのアクセサリーをこうつけてくれて、これはなんか合わないねとか、これいいかもとか、なんかそこで私の体を使ってビルジニーがこうなんかスタイリングをしてくれてたので、それは夢のような時間で、なんかこのこうなんか言ったらこうああでもないこうでもないとか、なんかもうなんかこれをでは足したらいいんじゃないかとか、なんかそういうこう会話の中に自分がこう入れてるっていうことが、本当に私はなんかそれをこう聞くだけで、なんかこう一緒になってこういいものをこう作り出してるっていうこの空間に入れたことが本当に幸せでした。撮影はその日本で1日、空いてパリで1日って合計2日間で撮影したんですけど、そのものを全部楽しもうというか、なんか緊張しているだけ無駄な感じがしちゃって、現場にもすごくこう心地よいこう緊張感だったりとか、なんか不思議と落ち着く緊張感が流れてましたね。それは多分イネスがこう中心となって作ってくれてるものだったと思います。女優としてもだし、モデルとしてもだし、なんか小松菜奈としてもこう求められている感じがしました。こう何々業っていうのにはなんかとらわれずいていいんだなって思えて、なんかイネスたちからじゃあその周りに誰かが人いて、その人たちになんか話しかけてみてとか、なんか電話じゃして何でもいいから喋ってみてとか、じゃあ笑ってとか、じゃあなんかこうカメラに向かって何かこう合図してみてとか、なんか本当にそういう即興で求められることがすごく多かったです。だからこう今までのその経験がすごく糧になったなと思いました。もっとなんか自分を出してやっていいんだっていう、なんかこれをなんかちゃんとセッションとして楽しもうっていうのがあったので、なんか、指示もありつつ、なんか自分でもなんかこう表現するものをなんか大切にしてました。これが本当に言葉に表せない感情なんだっていう、なんかもうずっとなんかその気持ちがこう湧き上がってきて、
とにかくなんか感無量っていう言葉が一番合ってるのかな。なんかその会場に入ってなんか7メートルの自分が何度もリピートされて流れていて、新しいそのコレクションを発表するその真ん中にメゾンの象徴でもあるカメリアに自分の顔が映し出されてるっていうこの状況ってなんだみたいな、なんか本当にこんなことになってるんだみたいな、なんか本当に放心状態ですよね。となんか本当に深く感動するみたいな、なんか嬉しい戸惑いと本当に幸せに浸っている感じでした。これが撮影して撮ってきた作り上げてきたものがこうやって皆さんに見てもらえるっていうのが本当にそれも素直に嬉しかったですね。本当びっくりしたよっていう声をかけていただいたり、本当なんか泣けてきたとかっていう生の声を聞かせていただいて、その全部が終わってその後の反響もやっぱりなんか大きくて、家族はもちろんすごく喜んでくれたんですよ。本当にすごいねっていうのを本当にもう大喜びしてくださって、でもその姿を家族に見せられたことも本当に嬉しかったですね。14歳からモデルをしてきて、ずっとやっぱり10代から私を知ってくれてる人だったり、ファッションの仕事をしていく中での、ファッションの本当に人たちが一番なんかいい反応というか、すごく喜んでくれていて、本当にまさかここまでとは思わなかったっていうのは言ってくれたりとか、なんか本当になんかジンときて感動しちゃったよだったりとか、なんか本当に力をもらえてありがとうってなんか言ってもらえたりとか、なんかすごいなんか本当に誇りに思うよとか、自分も嬉しいけどなんかこうやって周りの人が喜んでくれることに私も嬉しいみたいな、本当になんか素敵な言葉をたくさんかけてもらいました。フィナーレがもうやばかったですねその最後にビルジニーがいつも出てきてお辞儀をして、はけたりはするんですけど、今回はこっちのフロントローに来てくださってもうハグをしてくれたんですけど、もう私あの瞬間が一番その中のハイライトだったというか、もうなんかグッときすぎちゃって泣いたらメイクも崩れて大変なことになるってこの葛藤はあったんですけど、もうあそこの瞬間はその、ビルジニーのその名誉とかなんか地位とかその誰がとか年齢とかじゃなくて、本当に一緒に作り上げてきた仲間として受け入れてくれたハグだったっていうのをすごい感じて、もう本当になんか嬉しかったし、なんか愛だなって思いました。本当に可愛らしい方ですね。なんかそーっと見てるとか、でもなんか撮影中は結構ずっと近くにいてくださって、本当に何も言わないんですけど、なんか見守ってる感じはあって、なんかそこがいいですよね。なんか自分がっていうタイプじゃないからこそ、好きなものに対してのなんか熱量がやっぱすごかったりとか、いや本当にまたね、シャネルもその、カールからまた変わってビルジニーになって違うシャネルの魅力が増えて、なんかまた全然違うシャネルになっているので、なんかいつもなんか驚きとか発見を与えてもらってるなって思います。本当ふと思うと、もうそんな10年、約10年も経っているんだなっていうのに、なんかあっという間だったなって思いますね。
でもなんかもちろん自分の人生とともにこうシャネルファミリーと一緒に旅をしている感覚があって、本当にそこから一緒に歴史を学んで文化を学んでファッションを学んでっていう、なんかそういうこうプロセスもなんか本当に素敵だし、なんかいつもいろんなこう学び、もちろんファッションのこともそうだけど、初めて知る文化だったりファッションだったり、なんかそこのローカルの人たちの人柄だったりとか、なんかそれを含めそのコレクションがこう作り上げられているっていうこと、自分自身もすごく学びがあるなって思いますね。本当にこう歩みを進めるごとに自分も成長して、本当にいい刺激をいただいていますね。自分でも何かこうクリエーションしてものをなんか作って表現したいなっていうなんかこう気持ちも生まれるし、なんかやっぱりファッションが好きだっていう思いもあるし、なんかショーに行く時の洋服をこう選んで、じゃあ今回はどんなテイストにしようかな、じゃあどんなヘアメイクにしようかなとかっていうこう考える時間も本当に愛おしいんですよね。だからもう多分自分にすごくこう合っていて、いつもなんか本当にドキドキワクワクするし、なんか次はどんなところにこう連れてってどんなこう世界が見れるんだろうみたいな、なんか本当にこう扉をたくさんこう開いていってもらってるなって思います。本当にこう身近にある自己表現の一つなんだなとも思いますね。ファッションって何も規制がないっていうかルールがないから、やっぱり洋服にも人柄って出るじゃないですか。ファッションっていうのは、自分の中で本当にこうもう楽しくて自由なものなんだなって思いますね。面白い人でありたいとにかくつまんない人ではいたくないなって思いますね。その時こう夢を持っていたりとか、何かに夢中になってたりとか、なんかこう好きなことを極めてなんかこう生き生きワクワクしていてほしいなって思います。